手も足も離して車が走るなんて。そうよね、未来かよって感じよね。そうなの。ボーイズ&イルス TV ご案内役の司です。そしてゲストはこちらの方、お名前は？田村敦です。年齢は？50歳です。お仕事は？タレント業をやっています。はい。お住まいは？東京都です。家族構成どんな感じですか？妻と娘2人です。はい。ということで、敦さん、こちら車何でしょうか？テスラモデル X です。でございます。年式は新しいですよね。2023年1年前ぐらいに納車されたということで、はい、今日はロンブ敦さんとテスラモデル X でお届けします。お楽しみに。はい、乗り込みました。めっちゃ静か。そうなのよ。すごい、めちゃくちゃ乗り心地もいいし、僕も EV に乗るのは結構久しぶりなんですが、敦君久しぶりということで。そうですよ。はい、いつぶりでしょうか？いつだっけ？結婚式の司会やったのがさんまさんの番組が最後かな。2015なんです。結婚式2016なんですよ。あ、じゃあ結婚式が最後ですね。ご無沙汰しております。本当だよ。その説は結婚式の司会をしていただきましてすっかり離婚してしまいましたけどはい、素晴らしい式にしていただきまして、いえまあ結構久しぶりなんですけど、元をたどせば僕らはここ3年間ね、クラスメートでございまして、中央工業ね。はい、山口県下関市立中央工業高等学校、今もうなくなっちゃいまして、で、3年間同じクラスで一緒にバンドもやってまして、彼までやってますけど、そうこの前ジュンスカイウォーカーズのコピーバンドだったじゃん。そうです、僕らね、俺たちが、はい、バンド名はジャスティス。はい今考えたらすげえ名前つけてんなと思う。いや、いいですよ。私がボーカル、で僕はギターで、あとドラムとベースがいて、でヤマハティーンズっていうね、そうバンドの登竜門、下関地区大会で準優勝ですからね我々。はい、優勝はせんかったけどね。優勝、まあオリジナル曲があるバンドがね、先輩のバンドが持ってったけど、まあでも始めてすぐで準優勝まで行くんだからね。あれ3年の時に始めた？あれは2年、高校2年の夏が終わってからだから、でその秋にはもう準優勝してるからね。すごい、相当なもんでございます。でそのジュンスカイウォーカーズさんからこの前、まさに2週間前かな、一緒に対バンしようって俺がやってる今やってるバンドに声がかかって、JRKB 一緒に歌いましたよ、ステージで。マジですか？マジです。あなたいろいろ夢を叶えてらっしゃって。本当そう今ちょっと出てるからね。いやもう夢のような時間。いやだ結構前からジュンスカとはなんとなく絡んでた。そうだけどこうツーマンで対バンっていう声がかかったのがすごい嬉しかったよね。それで最終的に一緒に歌ったわけ？全部このままでっていう曲を歌いましたよ、ジュンスカイウォーカーズのあなたの昔の人たちとね、コピーしましたね、それもね。だよ。その後になんとお笑いも一緒にやりましたね。そう、お笑いコンビをバンドの後に、バンドやりながらお笑いコンビも結成して、でまたその下関のね、エンターテインメントオーディションっていうので、我々2人がネタをやって優勝してね、そっちは優勝、バンドは準優勝でもその優勝したことがきっかけでスカウトされて、君たち東京行かないかって声かけられて、2人で上京するっていう。そうです。あの時だから太田プロ預かりみたいになってて、太田プロのネタ見せによく行ってたじゃん。行ってました。であの時に実は有吉とかもそこにいて、楽屋にいろいろいたよね。いた、今考えたら。だからホリケンさんとかもネプチューンをやる前のホリケンさんがピンで来てたんだ。そうだからそれぐらい前なんだよね。で爆笑誕生のねオーディションでね、ネタが全然ダメで足にこっぴどく叱られた思い出がある。なんかあったね、爆笑誕生ね。そう、爆笑誕生あったよね。でその楽屋に本邪魔かさんとか、そう、サマーズさん、バカルディさんね、だから当時の、僕らバカルディ大好きだったね。もう擦り切れるほどビデオを見て、そういうのを真似してオリジナルしようとしてましたが、僕はちょっとねすぐやめちゃって帰っちゃいましたけども。でもやめてからしばらく会ってなかったけど、久々に再会したんだよね。それの時はね、オデッセイ乗ってました、あなた。そう。初代オデッセイ。だいぶ前よ、だから。だから
ペラシティが立ったとか立たないとかああそうね、覚えてる？うん、あんたあの辺に住んでたじゃない。そう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 。だからオデッセイは2代目なんで、あ3代目か、マーク2版レガシー版でオデッセイ。はい、今愛車編で切ってます。うん、でまあそっからもえらい乗ったでしょたくさん。まあ、乗った。そっからキャデラック乗ったね。フライデーにそうそうナンバープレートそのまま出されるんで、はいはいはい。そっからジャガー、ジョーが乗った。XJR、ベンツ、ゲレンデで、ゲレンデがね結構長かった。それどの時代？ヘアバンドしてる時代？いやいやもっと後だね。ゲレンデは髪の毛赤金の時？いや赤のが終わってるぐらい。終わってるぐらいか。そうかそうか。赤い時はキャデラック乗ってたから。ああなるほどね。一番ブリブリの頃ね、あとね。そうそう、なんかこうやんちゃな頃でね、キャデラックでこうブイブイ言わしてた頃ね。ビンタしまくってた頃。ああその後ぐらいかな。そのちょっと後ぐらいか。だからゲレンデ気に入っちゃってずっとゲレンデだったんだよね。それがある日そのシリコンバレーに行って、ずいぶん時間飛んだけど、だいぶ飛んで、そのシリコンバレーに行って、テスラ社に見学に行った時に、それなんか番組かなんかで全くプライベートで、あそう、うちのマネージャーがもともと夏休みに「淳さん夏休みもらってシリコンバレー行ってきていいですか?」って「お行ってこいよ」って言って、マネージャーさんがそうで帰ってきたら「吉本辞めます」って言って。なんで？そうシリコンバレーに何があったんだよっつって、辞めるのはいいけど俺もシリコンバレー行きたいからっつったら、僕が辞めた後必ず淳さんをシリコンバレーに連れて行く仕事入れますって言って、でそっから半年後ぐらいにシリコンバレーで淳さんちょっとトークライブがあるんで、トークライブ仕切ったんで、こう来てくださいっつって言ったの。だから日本語でいいのって言ったら日本語でいいっつって、在日の向こうに住んでる日本人の人向けにトークイベントやってくれて、500人ぐらいの人が入ってるとこでイベントをやったら、なんか淳さんせっかくシリコンバレー来たんで、休みの日にフェイスブック社とか当時のテスラとか NVIDIA とか今もうすごい人気ナイアンティックっていうポケモン GO を作ってるゲーム会社とかの見学行ったの。シリコンバレー総なめにして見学に。そうアップルとかね。そのテスラ社でテスラに初めて乗った時にもうその時にもう自動運転始まってたから。そうね。7年8年前かな。出始めの頃よね。でなんだこのすごい車はってなって。追随システムと線とかを読み取る。カーブとかもするし、信号も止まるの。信号はその時はまだ止まれてない。なるほどね。じゃあそうまだ自動運転の走りだろうね。じゃあ今結構いろんな国産車もまあまあできてる。ようやく始まってるけども、それが8年前ぐらいにもうテスラやってて、なるほどね。これやばいと思って日本に帰ってきてすぐ株を買ったのよ。車本当欲しかったけどまだ日本に売ってなかったから。なるほどね。で株を買ったらみるみる株価が上がってって、ものすごい株益が出たから、この株益でテスラを買ってやろうと思って、なるほど、注文したの。それで淳君の YouTube にも出てますけども、まず市場に行ったんだよね。テスラジャパンなのかな、テスラの日本の市場に行って、その車で気に入って、モデル3を買いましたね、車の中で。そう本当はモデル X が欲しかったんだけど、2年待ちって言われて、もう早くテスラに乗りたいと思って、モデル3とモデル X、モデル3は半年後に来るって言ってたから、もう一気に注文したんだよね。そうなんです。この人の YouTube 見ていただけると分かるんですけど、とりあえずモデル3を買いました。それで、終わったかと思ったら、じゃあもう1台買うって言ってモデル X を同じ日に同時に購入と。スマホでね。そうスマホでこれ色とか選んでるシーンがあるんで、面白いなと思って、それで買ってまずモデル3に納車されて乗って X が納車されるってことで、綺麗に乗り換えたと。そうでもそれでもコロナになって工場が止まって結構待ったのよ。確かに1年待ちみたいなことがあそこに出てた気がする。そうだ1年待ちって言ってたのが結果伸びて2年待ちになったんです。2023年の9月10月ぐらいに納車されて、これ乗ってると。そうどうですか？やっぱこの四角いハンドルずるいよね。これだけでいいもんね。このハンドル何なんだと思って、だって丸じゃないハンドルって。まあそうよね。むちゃくちゃいいよ。そう。楽ちん。困んない。何にも困んない。でもさ、
基本は10時10分じゃない。俺はもう何時何分だ、9時15分か。9時15分。大丈夫。最初怖かったけど、そうここの上にないことが、なんか緊急時になるほどね、カッとこう、ハンドル切れないんじゃないかなと思って、全くそんなことない。なんかのこう人間工学に基づいてこれ多分作られてるだろうなと思うぐらい、しっくりきてるし、でハンドル自体もこうあったかくなるし、冬はね。シートヒーターじゃなくてハンドルヒーターもついててそうですか。確かに冷たっと思う時あるもんね。そうなの、冬はね。車に乗る前に、だから俺は仕事終わって楽屋でスマートフォンでもうマジ温度の調整をしてから乗り込むから、冬はもうあったかくなってるし、夏はもう涼しくなってる状態で車に乗り込む。そんな遠くでできるの？そうなの。もうどこに離れてても、だってもう楽屋からピッと押せばだいぶ離れてるでしょ、楽屋とね。でもそっか、上で繋がってるから。そう、繋がってんの。それがもう何よりも便利だなと思うね。なるほど。どうですか、家族の反応は。娘に乗せたいって言ってたでしょ。いや、娘やっぱ喜んでましたよ。ファルコンウィング。ファルコンウィングって言うんですね、これね。スマホがキーになってるし、スマホから開けることができるんで。なるほど。全部開けてみる。すごっ。このようにスマホで開くと。でも当然閉じるのもできるって当たり前だよね。そうそう、閉じるのも。これもスマホを持って近づいてドアを触れば勝手に開く。素晴らしい。でスマホ持って離れれば勝手に閉まる。なるほど。解錠施錠もフリーハンドでできると。ファルコンウィングも喜んでるけど、後ろにここモニターついてて、ここでなんかネットフリックスとか見るのがなんか好きみたい。でもこの車はもう常にオンライン状態。すごくないそれ。そうだからアップデートとかかかると、勝手にこう次の日車に乗り込んだらリリースノートが出てて、どういうことですかそれ。こういうものがアップデートされましたっていうのが出てくるっていう。なんか自動運転のカーブの仕方が改善されましたとかなんかいろいろと細かいのがアップデートされていく。それはモデル3も一緒？モデル3も一緒。ただモデル X の方がもともと積んでるこうなんだスペックが高いからやれることが多いんだと。お利口さんなコンピューターが搭載されて。そうそう。で当然このスマホもここに置いておけば勝手に充電されたこと。ここで充電される。素晴らしい。でウィンカーを上げるとね、ここにその状況がミラーと同時に、これは最初からついてた。これもアップデートされてこうなった。最初ついてなかった。このねモニターがものすごい大きいでしょ。これに対するなんか最初違和感みたいなのも。やっぱ大きいモニターの方が地図見やすいし、ここドライブとかバックとかもモニターでやるから。ここでこれバックで今ドライブ。パーキングもシフトレバーがないです。そう、レバーがないのよ。いやシフトレバーがない車は珍しくはないけどね。今最近ドライブとかリターンとか P とかボタンだけど、それすらこれで全部やっちゃう画面で。で方向指示器もレバーじゃないから。そう、淳君ねウインカーって要するに方向指示器っていうのはね、僕 YouTube 出ていいなと思ったんだよね方向指示器じゃない。方向指示器ですよ。でもほら若い子ウインカーっていうかウインカーいいのそれはやめないでほしい方向指示器です。方向指示器がこれなのよ。左手で両方ついてる。そう。すごいね。アクセルにしか基本もう足はかけない。ブレーキは勝手にかかるから。離すとブレーキがかかる。あれですね。高速はもうほとんどこいつに任せてる。眠くなったらどうすんの？眠くなったらここで見られてるからそんなのもついてる。で何回か警告しても治んなかったらもう、私は自動運転二度とやりませんみたいな。それも言うんだ。株買う時どう思った？もう株買う時は、絶対この車みんな興味は持つだろうなと思ったから。それも試乗したからってこと？だって手も足も離して車が走るなんだ。そうよね。未来かよって感じよね。そうなの。実はボーイズ&ユーリーズは EV も初めてですし、テスラも何回か
取材しようと思ったら所用で行けなくなりましたとかって2回流れてるんですよ、これ3度目の正直で出ていただいたのがしかも淳君ってことで、よかったテスラユーザーしかもね X でございますんで、一番僕も乗りたかったのはこれモデル X ね。ガルミングじゃなくてファルコンウィングがかっこいい。やっぱり、見た目もかっこいいし、そうなの。充電じゃないですか基本的に、それは困ることない。我が家は家建てる時に太陽光発電を積んで、で蓄電池があるんで、その蓄電されたものからテスラに入ってくるんで、だからお金の面でも安くなってるし、やっぱガソリンスタンドに行かなくていいっていうのがもう相当いいね。都内で乗ってる分で充電したことはないね。あ、そっか、もう家で500キロ走れるから。なるほどね。充電、名古屋に行くと、充電しないと帰れないけど。行ったことある？ないないよね。そんな移動しないもんね。だって遠出はキャンピングカーでしょ。そうそう、ガソリン車だから。キャンピングカーどうですか？キャンピングカーもいいです。今また新しいキャンピングカーを、それこそ2台大きいキャンピングカーを新調するのと、あとハイエースバーンを改造して一人キャンプ用の車を今作ってる。家族用と一人用。そうそう。楽しみでございます。そうなんです。それはもうさすがにスマホで買うんじゃなくて結構かなりカスタムするでしょ。こだわるでしょ。そうそうそう。まあ日本で車買うのはやっぱディーラーさんとか行って、まあそりゃそうだな。まあこの手続きやるよなってなるけど、テスラはもうほんとスマホだけでパッパッと届いた後も納車もめちゃめちゃ早いからね。そう、納車もなんかあれでしょ、センターに行って、なんか見せる鍵を付与されて、もうそれでおしまい。なんかテスラの人が来て説明とかしてくんないの？まあ説明はしてくれるけど、でももう説明書ももうここに入ってるから見ればわかる。なるほどね。なってる。じゃあディーラーの人の接客ってないの？だから人件費かなり節約できてると思うんだよね。なるほどね。すごいことを発明しましたね、イーロン・マスクさんとしては。そもそもやっぱりそのシリコンバレーに行ったことがきっかけとか、そのマネージャーさんのなんかきっかけが結構でかかったと。それが大きかったの。車だけじゃなくて、働き方とか、自分のこの生き方とかを変えてくれた場所がシリコンバレーだから。なるほどね。今も年に1回は行き続けてて、淳君は？で向こうのなんかこう新しいこうテクノロジーに触れるとか。なるほどね。向こうも無人タクシーが走ってるから。やば、YouTube 見たかもしれない。人が乗ってないタクシーが普通に営業してるってどんな未来なんだよ。未来じゃなくて今なんだけどね。最新のテスラを乗ったのよ。そしたらナビに目的地入れたら、もうあと何にも手足全く動かさないで目的地に連れてってくれる。高速勝手に乗って高速勝手に降りて、右左信号を見ながら勝手に判断して、細い道は人が出てくるんじゃないかと思って減速しながらちゃんと避けて、すれ違うところ、細い道ですれ違う時は対向車にちゃんと譲ってとか、なんかすごいの。もう心配にならんませんでした？最初怖かったけど、そうよね。最初怖かったけど、むしろ高齢者ドライバーの後ろに乗ってるのに比べたら全然安心できる。なるほどね。この先のテスラの世界線で行くと、仕事場にテスラ乗ってって、自動で行くじゃない。行きますね。で車止めてる。で仕事してる8時間ぐらいの間は、勝手に自分がお客さんを拾ってお客さんを届けて、お金をそいつが稼いで、何時まで戻ってきてくれって言ったらその駐車場に戻ってきてるっていう。なるほどね。じゃあ全然もう車の考え方を完全に超えたところにテスラの考え方いってますよね。そうね、働いてんだからね。乗りたくても例えばデザインが嫌だとか、そういうのあるじゃない。その辺はデザインはテスラ種類が少ないじゃない。確かに少ない。モデル3、モデル Y、モデル X、あとなんかもう一個ある。もう一個ぐらいでしょ。デザインを追求するんだったら他にいい形はあるけども、それを超えた性能の良さとか、新しい価値観とか、そこに惹かれる。でも乗ってるとやっぱ愛着湧くしね。そういうことでこれはもうすごいです。今まで僕ら結構旧車とかね、いろいろ紹介してきまして、そっちの良さもありましたけど、こ
れはもう完全に車を超えた車というのかな。動く PC みたいな。そうっすね、PC に乗ってる感覚だよね、でも形で言うと、俺はチェロキーが好きなのよ。四角い僕らが若い頃に流行ったやつ。そう、はいはいはい。でさっきも出てきたジョン・スカイウォーカーズの宮田和也さんに初めてラジオ番組に呼ばれて、この後飲みに行こうぜって言った時に、和也さんが乗ってたのが、その白いチェロキー。ああ、白なんだ、おしゃれだな。それを今でも探しちゃったりするけど。あ、そうでそれを電気自動車にしたりとか。いや、僕そういう提案しようと思いました、中身をこれにしたらどうですかと。そうなんだ、なんかそんな会社出てこないかなと思って。EV にすることはできるよ。あ、そう、できるよ。ご紹介しましょう。うわ、それやりたいのよ。はい、ということですごい車でした。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで乗ってまいりました。すごいですね。やっぱいいですね。これはやっぱりね、初めて EV 乗りましたけど、しかも最高峰ね、今のところね。乗らないと分かんないところあるよね。確かに本当にそう、だからやっと乗れてよかったと思っております。ボーイズ&ビリーズにも EV 登場いたしましたということで、あつさん、100点満点中何点でしょうか。95点。95点。5点足りない、その理由は。まあ日本の法律がまだちょっと厳しいんで、このモデル X のこうスペックをまだフルに発揮できていないっていう点と、できれば国産でこれぐらいの EV が出たら、そっち側に乗り換えたいっていうのはありますかね。ということで、乗り続けますかということに関しては、そうね、だから新しい国産のいい EV の車が出れば乗り換えると思いますけど、なければテスラだと思います。ということで、日本のメーカーさん、皆さん頑張っていい車作ってください。ということでございまして、今回はロンドンブーツ152号の田村敦さんに登場していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうね。ありがとう。はい、これすごいよ。また。はい、また。これね。はい。どこを触ってどう締めたかもよくわからんけども、これでしまうの、おー、いいね、素晴らしい。ピシッと締まりました。では、あっちゃん、ありがとう。ありがとう。静か。